皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。このキットのモデルであるギャラン GTO、1976年から販売された最終モデルに、当時設定されていたカラーははっきりとはわからないのですが、富士ホワイトやオーガスタグリーン、イベリアマルーンにボックスアートのコーカサスブラウンなど幅広くラインナップされていた様子。その中から今回はアテネオリーブをチョイスし仕上げてまいります。使用した塗料はガイアノーツの暗緑色が 90% とタミヤのピュアレッドが 10% で朝食。ボディ塗装の工程としてはそれぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。今回のキットはシャシーの成型色がホワイトですので、まずはブラック系から。ブラック系を塗装する際、後々メタリック系を塗装していくのを見越し、その下地としてもマフラーやエンジン部分なども一緒にガイアノーツのエボブラックで塗装をしていきます。ブラック系の塗料が乾いた後、マフラーにはクレオスのスーパーチタン、ホイールにはスーパーステンレス、ミッションケース部分はフラットアルミ、ブレーキディスク部分にはメタリックグレーに塗装するなどし、素材の違いを表現しました。シートに関してはセミグロスブラックで塗装後、ファブリック部分をマスキングにより露出させ、光沢を落としたいのでスーパースムースクリアを吹き付け、ウィンカーレンズにクリアオレンジを塗装するついでに、マフラーの焼け塗装も一緒に吹き付けておきました。続いて筆を使用した塗り分けとなります。まずはクレオスの黒金色から。マフラーパーツは駅マニから触媒までは黒金色。それ以降はスーパーチタン。各部にはクリアオレンジで焼けを表現してあります。次にゴールド指定箇所を塗装し、続いてエナメルシルバーを使用し、爪楊枝の先端で各ボルト類を塗装。続いてインテリアパーツですが、色を重ねていくので明るい色から塗装を行っていきます。まずはシルバー系。ダッシュボードセンターパネルの一部やセンターコンソールの一部、それからハンドルにメーターパネル内メッキ部分に塗装を行います。メーターパネル内メッキ部分に関しては爪楊枝の先端で塗装。はみ出た箇所は後々修正していきます。エアコンの温度シール部にはレッドとブルーを、シフトノブはデカールのカラーに合わせブラウンを入れておきます。内張りのメッキ部分はフォーアーティストマーカーで塗装。最後に艶消しブラックで各部修正をし完了です。次にデカールの貼り付けを行います。まずは一番時間のかかるボディの仕上げ工程を踏まえ、クリア塗装前のボディに対しデカールを貼り付けていきます。キットのモデルである GSR にはサイドラインとフロントフェンダーにストライプがあり、かっこよさを引き立たせる最重要アイテムと認識していますので、
じっくり筆を使用し、水分と空気を除去しながら貼り付けを行いました。続いてインテリアパーツに対しデカールの貼り付けです。嬉しいことにダッシュボード内のデカールが凄まじい数で、ラジオ部分のデカールに木目デカールや方向指示ランプにその他の小さいランプまで、ありとあらゆるパーツがデカールで表現されていますので、敬意を表し貼り付けを行っていきます。ダッシュボード内木目部分がモールドされてあるスイッチパーツの上からかぶせるように貼り付けを行うので、破れに気をつけ力を加減しつつ貼り付けを行いました。続いて下回りの組み立てです。まずはフロントのサスとブレーキディスクを組み立てていきます。ここの部分のパーツはしっかり固定したいので、流し込み接着剤で接着後、補強でセメダインハイグレード模型用接着剤を使用しています。次にマフラーの組み立てです。マフラーエンド側の独特な形を長谷川ではしっかりモールドしてあり、この部分は別パーツ化、プラモ魂を感じつつ組み立てていきます。マフラーもそうですが、下回りの組み立てをしていて感じたことは、燃料タンクにつながるホースやデフ周りも実写に基づき忠実に再現されており、長谷川の技術には感服させられました。完成しディスプレイした時でも下回りまでしっかり楽しめるキットだと思います。最後にフロントパーツを取り付け、下回りの完成です。最後にインテリアの組み立てです。まずはダッシュボードからデカールの水分などがしっかり除去されたのを見極め、レジン液とブラックライトでメーターカバーを再現していきます。爪楊枝でレジン液をすくい、デカール部分に塗布、面を慣らし均一にレジンを広げたらブラックライトを照射し、レジンを固めていきます。次にフロアカーペットの再現としてダイソーのフェルト生地をカットしたものを台座に貼り付けていきます。カーペットを貼り付けたらリアシート、センターコンソール、フロントシートの順で取り付けを行います。内張りを半分取り付けたところで忘れてました、シートベルトです。フィニッシャーズのシートベル金具&シートのシートのみ使用し貼り付け、バックルは 1.5mm のプラ材をカットし、ブラックを塗装したものを取り付けました。ダッシュボードを取り付け、シャシーと合体し、インテリアの組み立て完了です。GSR という名にふさわしいスパルタンなインテリアを眺めつつ、今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。